皆さんこんにちは。今日は肉ですね。肉、韓国で一番食べる肉料理ですよね。チェユポクムを作ります。日本語で言えばコチュジャン豚肉炒めかな。僕は今日肩ロースを用意したんですけど、豚肉なら何でもいいです。でもおすすめはやっぱり肩ロースかサムギョプサルか、やっぱり柔らかい部位の方をおすすめします。やっぱり高い、うちは肩ロースの方は。だから安い豚、薄いカットしてる肉をおすすめしますけど、僕は肩ロースでやります。うちは豚肉のお店だから料理たくさんあるんで、肩ロースで今日やります。あと野菜3つですね。今日入れるのは玉ねぎ、ネギ、あと人参。もしキャベツ、きのこ入れてもいいです。今日は2つの調理法を説明しますね。まず1つの調理法はそのままフライパンに炒めて食べる、1つやって、あともう1つは前ズッキーニやった時使った鉄板なんですけど、ここに肉を持って火を入れながらやりますね。最後までご視聴お願いします。玉ねぎは皮むいてこのままスライスでいいです。だいたい5ミリぐらい、4ミリから5ミリぐらいのスライスで。人参はだいたいこのぐらいだけ使います。半分カットして、普通に薄く。今日はちょっとこの切り方にしますね。ここネギの半分をカットしてもらって、ここからこうやってだいたい3、4センチぐらいで、青い部分も半分カットして同じぐらいの大きさで。でよく混ぜときますね。肉は 500g なんで、これの4分の1ぐらい肩ロース。한 400g 나올 것 같은데 이거 457g 나오잖아. 그래도 500g 6g 足りなかったんですよね。このぐらいだったらもう一発で。じゃあ肉 500g 火通しやすいぐらいの大きさにカッティングしてもらえば。これ見てください。すっごくいいお肉ですよね。これそのままは食べれないけど、これも一口ぐらいの大きさにカットして、じゃあこれでもう OK です。じゃあ合わせ調味料作っていきます。砂糖大さじ3つですね。分厚い唐辛子大さじ3つ。濃い口醤油ですね。濃い口醤油大さじ3つ。これみりん入れなくていいんだけど一応入れます。これは大さじ1つ。コチュジャン 65g。 おろしにんにく大さじ1つ。よく混ぜてください。砂糖がよく溶けるまで。じゃあもう砂糖が全部溶けてきたら、ここから少し入れたものがあるんですね。味の素少々、だしだほんと少々、このぐらいでこれを混ぜる。もう一回少し味見。いや、これを作ってバーベキュー行って肉に抜きながら焼いても美味しい。この夏絶対必要なもの。これバーベキュー行く時、まずフライパンに火つけますね。じゃあフライパンが温めてきました。少しサラダ油少しでいいんで、肉から油出るから。これ 65g 入れました。肉炒める時は少し塩、肉のうまみが出やすくなる。豚から油が出て火が3分の1ぐらい通ってきたら、そこから野菜3分の1入れる。ここで塩をもう少々入れる。そうすると野菜からもうまみが出る。
このタイミングでさっき作ったソース一緒に炒める。これが火が全部通ってきたら OK なんですけど、目で見てわからない方は一回肉、ちっちゃい肉を、これって炒める方法がすごい大事。どうやって炒めるかによって味が全然変わってくるから、とりあえずこれは完成。じゃあできました。火を消します。大皿にきれいに盛る。軽くごま油、軽く、あとごま、ごまに入れるのもすごいいい方法ですね。もっともっと韓国っていう感じで、これはおつまみ。あとご飯と目玉焼き焼いて食べるはトッパップですね。トッパトン、それもおすすめの。これちょっと味見しますね。ネギと肉を一緒に。これは100点。이게 근데 우리 가게가 더 맛있지. 자, あとはこの鉄板に乗せて焼いて食べる方法。僕は野菜の方に肉を入れちゃいますね。その次はさっき作った合わせ調味料、ヤンニョムですね。あとこの手袋をつけて野菜ともみもみしてあげる。こうやってよく混ぜた後にこのお皿というか鉄板に移して、今のシーズンだったらこれをそのままタッパーに入れてバーベキュー場に持ってって、この鉄板でもいいですけど、やっぱり網の下に炭火で焼いた方が炭の香りが入っててもっともっとすごく美味しいんで。じゃあこれで제육볶음2つの調理方法今日説明したんですけど、これからこれを火入れながら食べてみますね。じゃあこれで一番楽しめる時間、楽しい時間ですね。一番火つけます。ただ火入れて食べる、これは特に何回も言うけどやることはない。火に任せておきますね。これはここで人間がやるものは焦げないように混ぜるだけ。全て火がやってくれる。野菜から汁が出る、肉から油が出る。よっぽど台所ってめちゃくちゃいいチャンネルじゃないかなと思いますけど、僕は本当に焼きながら話しますけど、やっぱりあれ一つの動画を撮るために、じゃあお店と全く同じにするかって言ったら家ではできないんですよ。やっぱり手がもうたくさんいくから、用意するものもたくさんあるし、お店となるべく近く味を出すために僕がこれをレシピを決める前に何回か練習して作るんですよ。今強火でやってるけど、少し汁を出したい方はちょっと中火ぐらいでやってももっといいですね。なんでとカメラ찍고 있어 그냥.家ではこれないと思うんですけど、こうやって固形味付けるのもありなんで、もっと美味しく食べる方、炭で焼かなくても火の味がつくっていう。これもうほぼできてきてるから、ここにピンポイントでごま油少しかけます。1周ぐらい。そうすると香りがまだ変わってくるから。でよくあえてください。いただきます。まず肉だけ最初は。これめちゃくちゃいいんじゃないですかね、この肉。これ夏暑いんで肉たくさん食べとかないと暑さに負けちゃうんですよ。暑さに負けないように家でこういう肉、この野菜と一緒に全て
たくさん食べた方をおすすめします、僕は。わあ、いいですね、これ。すごく美味しい。担々麺これいいかな。私も思います。たくさん入ってるな。せーの。아, 진짜 맛있어. 근데 이게 참 맨날 내가 만들고 내가 맛있다 그러는데 예, 僕が作ってから美味しいんじゃなくて美味しい。みんな多分自分が作ってるから美味しいと言うじゃんって思われるかもしれないけど、本当にやってみてください。僕にありがとうって言いたいぐらい美味しいんで。さっきは炒めて味見しました。今はここの目の前で焼いて食べたんですけど、やっぱり違う味が。これ3分の1ぐらい食べた後にご飯も入れて一緒に炒めて海苔入れて食べてもすごく美味しいんで、この夏たくさん食べて夏に負けないで美味しいですね。すごい汗今出てるんですけど、すごい美味しかったです。¿Estoy echando un reloj?